ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の春といえば一番に思い浮かぶものは何でしょうか。寒い冬を越え力強く芽吹く桜はいつの時代も私たちの心を癒してくれる存在です。今回はそんな日本の春に欠かせない桜の少し怖い言い伝えについてお伝えします。海外の人があまりの怖さに桜を嫌いになりそうになったというその言い伝えとは一体どんなお話だったのでしょうか。こんにちは、私はリン。トロント出身の18歳。昔からホラー映画が大好きで、中学生の頃からいろいろな国の怖い映画を見たり本を読んだりするのが大好きなの。血がまき散るようなグロテスクなのはごめんだけど、幽霊とか悪魔はとっても興味深いわ。変に思われるかもしれないけど、私は幽霊とか悪魔って絶対にいると思っているの。だって今生きている人間よりも今まで亡くなった人間の方が多いのよ。この世界が生きている人間だけのものって思うのはちょっとエゴが過ぎると私は思うのよ。ちなみに今まで読んだ漫画の中で一番面白かったのは日本の妖怪のアニメね。ちょっと古いんだけどとっても有名らしくて、目玉のキャラクターがとってもキュートで妖怪とは思えないくらいなの。近所の人が日本へ旅行に行った時に私へのお土産でその目玉のキャラクターのキーホルダーを買ってきてくれたことがあったの。私はハロウィンには決まってその目玉のキャラクターの仮装をしていたから、近所の人たちにも私の怪談好きは知られていたみたい。私は今でもその目玉のキャラクターのキーホルダーを大事に持っているわ。私の宝物の一つよ。高校に入学する頃には将来は日本に留学して日本の怪談や言い伝えについて学びたいと思うようになっていたわ。もっとアカデミックに自分の好きなことを学びたいと思ったの。だから私は独学で日本語を勉強することにしたのよ。まずは今まで英訳された漫画を読んでいたところを日本語のものに挑戦してみようとしたの。もちろんアニメや動画も日本語のものにして強制的に頭に叩き込んでやろうとしたわ。でも日本語ってとっても難しいのね。ひらがなにカタカナに漢字まで使うなんて、日本人の頭って一体どうなっているのかしら。しかも尊敬語に謙譲語、丁寧語まで出てくるんだもの。私は泣きそうになったわ。今までアニメや漫画ばっかりで勉強は好きじゃなかった私がいきなり机に向かってノートにペンを走らせているんだもの。パパとママは最初はとってもびっくりしたみたい。ママなんかあの子頭でも打ったんじゃないかしらって本気でパパに相談してたらしいわ。ちょっと失礼だと思わない？日本語が自由に使えるようになったら日本語の文献や研究論文を読むことができるようになるし、何よりそういう怪談とかって田舎に住んでいるお年寄りとかの方が知っていたりするの。そういう人たちと話したりフィールドワークをしたりしたいなって考えた時に日本語が話せるのはとってもアドバンテージになると思ったの。今思えば我ながら先見の目があったと思うわ。この頃の自分の頑張りにアカデミー賞をあげたいくらいよ。日本語の勉強は困難の連続だったけど、そんな私を癒してくれたのは桜ね。日本から寄贈された桜の木がハイパークっていう公園にあって、桜の花が咲く頃にはいつも眺めに行っていたの。日本風に言うと儚さっていうのかしら。散っていく姿まで美しいの。近くに座って眺めているとなんだかまだ見ぬ日本を感じられている気がしてとてもモチベーションになったわ。それで木の陰から妖怪でも出てきてくれれば完璧よね。私は花びらをそっと拾って本に挟んで桜が咲いていない時期も桜を感じられるようにしていたわ。桜のおかげなのか私の日本語はめきめき上達していったの。高校を卒業する頃には日本語の漫画はもちろんちょっとした研究論文なら辞書がなくても読めるようになったわ。
パパもママもそんな私の頑張りを認めてくれて、私が読みたいと言ったらちょっと高い文献でも日本から取り寄せてくれたわ。私の高校時代を一言で表すならば、桜に励まされて日本語を猛勉強した日々ってところかしら。おかげで科学や数学は卒業基準のギリギリだったけど、この話にはあまり触れないでおくわね。そんな私の誕生日プレゼントは決まって日本の怪談についての本だったんだけど、ある時パパがプレゼントしてくれた本の中に桜に関する怖い話があったの。私に散々日本の本をねだられていたせいで、パパも結構日本について詳しくなっていたようね。チョイスが絶妙で飛び上がるほど嬉しかったのを覚えているわ。私の読みたい本リストにはなかった本だったけど、ありがたく読み始めたわ。だって私にとっては何より嬉しいプレゼントだもの。しかも大好きな桜に関する怖い話なんて私にとっては最強のタンクなのよ。その本は日本の古い小説だったんだけど、その中には私にとって人生で一番って言っていいほど衝撃的なことが書かれていたわ。私は桜が散っていくあの儚い感じも大好きなんだけど、何よりあの色合いがとても好きだったの。パステルカラーって言葉だけじゃ言い表せない、何とも言えない桜の薄いピンク色がこの世の色の中で一番好きなのよね。本にはその桜の色についての話が書いてあったわ。桜がピンク色の理由は、昔日本人が桜の木の下に死体を埋めていて、その養分を木が吸っているかららしいの。養分ってきっと血のことよね。だって桜はピンク色だもの。血が薄まった色なんじゃないかと私は予想したわ。そんなことを考えていると背筋がゾッとしたわ。今までたくさんの怖い話を読んできたけれど、これほど私を震撼させたものはなかったわ。だってとってもリアルじゃない？現代の日本では仮装をするだろうけど、昔は土葬が主流だっただろうし、木の下に死体を埋めていたってのはあり得る話だと思ったの。あんなに綺麗で私の癒しだった桜は、もしかしたらたくさん死体が埋まったお墓だったんじゃないかって考え出したわ。私は血とかのグロテスクな話はちょっと苦手だから余計に衝撃的だったの。それでも私はその本を読み進めていったわ。怖いもの見たさっていうのかしら。どうしても本のページをめくる手を止めることができなかったの。内容はとても面白かったのだけど、どうも桜の話が気になって、他にもそういう話がないか調べてみることにしたわ。するともう一つ、1947年の短編小説にも桜と生首をめでる女性というモチーフが出てくる小説があったわ。人の死や狂気と桜との関連性を書いたものだったの。とっても怖くてびっくりしちゃったけど、これも日本でも有名な作家が書いたものらしいわ。こんなに有名な作家が桜を怖いものの背景のように使っているなんて納得がいかなかったの。私は徹底的に調べたわ。桜についてじゃなくて、日本のお葬式の歴史みたいな本にも手を出したわ。私はどんどん日本に詳しくなっていって、今や日本人より詳しく知っていることもあるのよ。でもまたパパとママには心配をかけたわ。今まで桜や怪談について調べていた娘が、いきなり日本のお葬式の歴史なんて真剣に調べ出したのよ。ママはまた、あの子とうとう行くところまで行ってしまったよねってパパに漏らしていたらしいわ。私は単純に学術的興味を追求していただけなのにね。調べていくと、桜の下に死体を埋めていたっていうのは完全にフィクションと言い切れないけど、別に習慣化されたものではなかったらしいの。私がパパにもらったあの小説から日本では都市伝説のように語られ始めたらしいわ。実際に土の成分によって花の色を変える例としてアジサイもそうだってことまでは分かったわ。でもそこまで調べ尽くしても私は完全には納得しなかった。
大好きな桜をもうこれ以上怖いと思いたくないって気持ちがあったんだと思うわ。腐敗した死体を土の下に埋めた場合、土壌の一部が酸性になる可能性はあるけど、そもそも日本の土壌のほとんどは雨水とかの影響で酸性寄りなんですって。だからそこに生えている桜の木に大きな変化を起こすとは考えにくいのよ。私は日本のお葬式の歴史とは別に、あんなに大嫌いだった科学的な文献にまで手を出したわ。しかも桜の木の場合は遺伝情報で一定の花の色を保とうとするらしいの。一時的な土壌の酸化だけでは桜の色にまで変化が現れる可能性は低いと思うわ。もし現れたとしても、花のピンクの色味が増すのではなく、アルミニウムとアントシアニン系色素の結合が起こるから青色へと変化していくはずよ。ほら、これで桜が人間の死体の養分を吸っているなんて怖い話は都市伝説だって証明されたでしょ。これは桜のおかげで植物についてもちょっと詳しくなってしまった私からの追加情報なんだけど、植物の成長に良いとされる成分は窒素、リン酸、カリという3つだと言われているの。人体にももちろんその3つの成分は揃っているし、もし人体が桜の木の下の土の中にある場合、それらの成分が植物の栄養となること自体は間違いないようなの。でもこれだけ科学が発展した現代では、人体や動物の死体を埋めるよりもそれらの成分が含まれる肥料を使った方が確実に効率的に植物の成長を促してくれるのは間違いないと言えるわね。実は今説明した内容は私が大学入学に向けて提出したエッセイにも書いたものなの。私の興味はどんどんアカデミックになっていって、最後には大学合格っていう大きな成果を出してくれたわ。今思えばただの怪談オタクだった私がここまでたくさんのことを学んで自信を持って大学生活に臨めるのも、周りの人たちの協力と桜に励まされたからだと思うわ。私は今でもハイパークの桜を見るのが一番の癒しよ。いつか日本に行ってたくさんの桜に囲まれるのを楽しみにしているわ。実際には桜の花の色に強く影響するものは土壌よりも気温だそうです。低温であるほどアントシアンが分解せずに花の中にとどまるため、遅く咲き色は強いピンク色となるそうです。花の色が濃い桜を見つけても、昔その木の下に人が埋められたからではないようですね。いつの時代も私たちを癒してくれる桜を海外の人たちや後世の人たちにもしっかり残していきたいものですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。